いや、どうもどうも。日曜の午後、いかがお過ごしだい？この前、人工生命 AI 風の話をしたのを覚えてるかい？あれはフラスコの中で新しい生き物を作るんじゃなくて、ほとんどがコンピューターの中でのシミュレーションの話だったよな。ゲームのモンスターの大群みたいに、一匹一匹には単純なルールしか与えてないのに、全体として見るとまるで石があるかのようにもめき出す。あれを見て、生命らしさって、こういう単純なルールの積み重ねで生まれるのかもなって、生命の仕組みやルールを研究するのが人工生命だった。言ってみりゃ、人工生命は生命のソフトウェアを解き明かそうとしてるコンピュータの中での話がメインだったんだ。じゃあ本題、合成生物学って何なんだ？さて、ここからが今日の本題だ。合成生物学ってやつだ。もしさっきの人工生命が生命のシミュレーションだとしたら、この合成生物学はもっと過激でもっと実践的だ。一言で言っちまえば、本物の生き物の部品を使って今までにない機能を持つ新しい生命システムを設計して組み立ててちまう。っていうとんでもねえ分野なんだ。どういうことだって思うよな。大丈夫だ。パソコンに例えるとわかりやすい。俺たちが使ってるパソコンには、機械そのものであるハードウェアと Windows とかアプリみたいなソフトウェアがあるだろう。生物で言うと、ハードウェアは細胞そのものだ。大腸菌とかパンを作る酵母菌とかそういう生きてる細胞だ。そしてソフトウェアに当たるのが細胞の核に入ってる DNA だ。DNA はその生き物の設計図であり、プログラムだ。こういうタンパク質を作れとか、こういうタイミングで分裂しろとか、全部この DNA に書いてある。普通の生物学は、この DNA っていうプログラムを解読するのが主な仕事だった。でも合成生物学は違えんだ。解読するだけじゃなくて、自分たちで新しいプログラム DNA を書いて、それを細胞ハードウェアにインストールしちまおうって考えてるんだ。まるでパソコンのプログラマーが新しいアプリを作るみたいに、生物のプログラマーが DNA をコーディングして、新しい機能を持つ生命体を作り出す。レゴブロックで説明書にないオリジナルの作品を作るのに似てるかもしれないな。具体的にどんなことができるんだ？そんなことして一体何の役に立つんだって思うよな。これがもう SF 映画みたいな話ばっかりなんだぜ。光る大腸菌。これは合成生物学の超入門編だ。ホタルが光る仕組みはある特定の遺伝子 DNA の一部が働いてるからだ。じゃあ、その光る遺伝子だけを引っこ抜いてきて、大腸菌の DNA に組み込んだらどうなるか。答えは暗闇でぼんやり光る大腸菌の完成だ。こういう風に、ある生き物の部品遺伝子を別の生き物に組み込むのが基本の技術なんだ。マラリアの薬を作るパン工房。これはもう世界を救ったすごい話だ。マラリアの薬の元になる成分は、昔は植物から取ってたからすごく高かった。そこで科学者たちはパンとかビールを作るときに使う酵母菌の DNA をめちゃくちゃに改造したんだ。酵母菌にお前はこれから糖分を食べたらアルコールじゃなくてマラリアの薬の元になる成分を作るんだぞっていう全く新しいプログラム DNA を組み込んだ。その結果工場でこの改造酵母を大量に育てることで薬のコストを10分の1くらいまで下げることに成功したんだ。癌細胞だけを攻撃するバクテリア。これも今、世界中で研究されてる夢の技術だ。バクテリアの DNA を改造して、正常な細胞には近づくだ。でも、癌細胞を見つけたら、そいつにくっついて、内側からやっつける薬を出せっていうプログラムを書き込む。そうすれば、副作用の少ない癌治療ができるようになるかもしれない。石油を食べる微生物。海で炭化事故が起きて油が流れちまった時、その油を食べて分解してくれるお掃除用の微生物をデザインしたりもできる。人工生命と合成生物学のまとめ。ここまで話せば二つの違いがなんとなくわかったかい？人工生命、e-life。主にコンピュータの中の話。生命とは何かっていう根本的なルールや仕組みを探るシミュレーションの世界。合成生物学。主に研究室のフラスコの中の話。生命をどうデザインして組み立てるかっていうものづくりやエンジニアリングの世界。人工生命が理論で合成生物学が実践って感じかな。人工生命のシミュレーションで見つかった面白いルールが合成生物学で新しい生命を作る時のヒントになったりをするんだ。
俺たち人類は、ついに生命の設計図 DNA を読むだけじゃなくて、自分で新しいページを書き加えたり、編集したりする技術を手に入れちまったってわけだ。もちろん、新しい生命を意図的に作り出すわけだから、それが環境に漏れ出たらどうなるんだとか、倫理的にどうなんだとか、めちゃくちゃ慎重に議論しなきゃいけねえ、デリケートな問題でもある。それでも、俺たちの子供や孫の世代じゃ、改造された微生物が病気を治したり、環境問題を解決したりするのが、当たり前になってるかもしれねえな。そう考えると、なんかとんでもねえ時代に生きてるんだなって改めて思わねえかい。合成生物学で、遺伝子を部品にてに組み替えて、世の中の役に立つ新しい生き物を作っちまおうってんだから、とんでもねえ話だよな。でもこれ俺に言わせら、日曜の昼に作るカレーと一緒かもしれねえな。市販のカレールーでもさ、もうちょいコクが欲しいなとか思って、ソースとか醤油とか冷蔵庫にあるもんいろいろ試すだろ。隠し味を探す感じだよ。そうやって自分なりにあれこれ組み合わせて、世界に一つだけの俺カレーが完成した時の達成感たまんないんだよな。料理ってのはまさに最高の科学実験だぜ。お前らもいつものやり方に自分なりの隠し味を加えてるかい？その一手間が毎日を面白くするんだよな。